特別ゲストに来ていただいております。天然砥石のなおさんです。どうも天然砥石のいちごです。お願いします。簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい。どのようなお仕事をメインに。はい。基本がただの砥石屋なんですけど、はい、天然砥石を扱いながら、地蔵の方も、はい、築山君と一緒に健勝というブランドを一緒に開発したっていう感じですかね。一応考えとしては天然砥石、天然の仕上げ砥石を生かすためにはいかに天然に行くまでのプロセスを大切にするか、そこがしっかりしていないといくらどんないい天然で研いでもいい刃がつかないっていうのを、仕事しているうちに感じて、作りましょうよっていうのをなんか同じようなタイミングで似たようなことを感じて、その最大限引き出すためのそうですね、土台作りとしての砥石をちゃんと、何でもやっぱり基礎が大事で、砥石自体は何年ぐらいやられる？最ぐらいから28めたのが砥石に研ぎというものはもう10代の頃から前の仕事建築関係の仕事してたんですけど、で研ぎっていうものはしてたんですけど、砥石をやろうって思ったのはもう20代後半ですね。30くらいですかね。なんかきっかけがあられる？そうなんですよ。当時住んでたところの家の山のふもとやったんですけど、そこがたまたま砥石屋やったんですよね。あ、そうなんですか。はい。でそこの方とお知り合いになって、そこはもう採掘はされていなくて、たまたま歩いて散歩してたら、あれ砥石が落ちてんじゃねみたいなところからが本当ちょっと些細なところがスタートで、そんなところからですね。でも掘るってなったら申請なりなんか免許じゃないですけど、そういうのってその山がたまたまそこの、住んでたところ村の所有の山で、ご高齢の方とかに話を聞くと、昔取ってたよみたいな。そういう形がそうです。最初のきっかけはそんな感じです。じゃあ藤原さんとお知り合いになったのはどのぐらいのタイミングで？いつでしたか？なんか以前農民の子たちの話伺ったら、先になおさんとお知り合いになって、その紹介で藤原さんと知り合ったって。結構授業終わってすぐぐらい、多分27とか28だから14年15年ぐらい前。そんな長いかな。もう下手すると10年は確実に超えてますね。とっくに超えてるもう長すぎて分かんないですよね。本当に覚えてない、あんまり覚えてなくて、僕が覚えてるのはある楽器を作ってらっしゃる方と知り合った時に、今こういう砥石取ってる子がいるんだよって言って、その子から砥石もらって、これよかったら使ってみてって言ってもらったんですよ。それが田村山だった。でめちゃくちゃいいなと思って、でこれはどうしたら手に入るんだろうっていうので、何をやったのかも覚えてないんですけど、直接越後さんに電話したの。そうかもしれないです。直接電話して、なんか送ってって言ったら、なんかでかい砥石を送ってきて、でそれがたまたままた包丁用にはすごくいい柔らかさの砥石で、これめちゃくちゃいい、思い出したですごくいいっていう話で買うからって言ってそれを手にしたっていうのが一番最初で。でもなぜそこから一緒に商売をするようになったのかの過程を全然覚えてない。初めて掘った時のことって覚えてたりされます？初めて掘った時は覚えてどう掘るんですか？叩いて割れ目を入れて。そうです。多分これだろうなっていう。なんで分かったのか。誰かお師匠さんみたいなのっていないです。ご自身でもやりまくで取れるじゃないですか。で砥石というもの自体は知っているので、多分面つけるんだろうなっていうので面つけるじゃないですか。で大丈夫かどうか分からないので、多分先ほど言われた楽器制作者の方とか大工さんとか、これって使えるのみたいな。この面をつけるっていうのは知らない方もいると思うんですけど、どういった作業なんですか？研ぎ面、
刃物を当てる面ですね。でもうどこ石なんもうで、結構もうランダムな。いや基本的にはこう薄っぺらい石なんですけど、こっちなのか上なのか下なのか、はいはたまた横なのか、はいはいこっちなのか、はい。やっぱ層みたいのがある、その繊維の方向みたいなのがあったりする。そうなんですそうなんですそうなんです。なのでもう一番最初のその本当の分かんない時期のとこは、それ探しですよね、まず。ああ、その方向というか、はい正しい方向を見つけるのに。はい、そうですね。で職人さんに聞いたり、はいはたまた先輩の砥石屋さんにはい訪ねに行ったりですかね。じゃあもう独学という基本は独学で意す。見を聞きながら、はすごいです。い。で諸先輩方の意見を聞いてはい。目で盗み。怖さとかなかったですか？なんかその入ってってこう石を掘ってきてっていう洞窟みたいな感じのところに入ってあります。はい。い。未だに怖いです。コウモリ飛んできますよ。大きな怪我とかはありますか今？なきにしもあらずです。はい。なんかイメージとしてはすごい大きい塊もありそうじゃないですか。はいはいはいなんかそれを運んだりとかはいはいはいするのでものすごく重労働というかで危険も伴うっていう印象ではあります。体はボロボロです。もう若狭田村山なんて山登りですからね。1時間弱ぐらい登ると思いますね。そう逆に洞窟のイメージしかないんですけどじゃないのもある。ありますあります。田村山は洞窟じゃない。あ、そうなんですね。というと普通のその斜面のような壁面。元斜面です。元斜面。あ元斜面がもう取っていったら地面になるじゃないですか。斜面を。あ、確かに。いやなんか最近天然砥石がまあ最近というよりも何年前からすごいいろいろ流行りだして、すごい注目を浴びてる面っていうのも結構あると思うんですけど、はい。なんかこうまあすごいざっくりとした質問ですけどなんかそれに対して思うことというか今のその天然砥石の扱い方にしても僕からするとその販売してないのは僕がその 100% そういう意味で自信を持って説明できるあれがないのでなるほど。やっぱ扱ってないんで、やっぱそれって、まあ、非常に高価なものにはなるじゃないですか、そこにやっぱ手間と時間と、まあ、危険も伴うっていうさっきのお話じゃないですけど、まあ、10万円数十万円っていうものもある中で、でそこのなんか目利きができないのに売るってで売ってそれはなんか運ですよっていうのもどうなのかなって思うところは自分はあるので、要は僕が買い手だったら10万円のものを買ってじゃあ合わなかったのか外れだったのか分からないですけどそれを引いてしまった時にってなっちゃうような気がしてなんかそこの選択眼というかっていうのでやっぱその経験と数っていうのがすごいその販売する側としてはすごい重要になってくるのかなと思う中で。なるほどね。どうしたらいいんですかとそこの辺は、なんかそこら辺やっぱ今ありふれてはいるんじゃないですか。で極端な話数年前にも見たのが、オークションとかでそれこそその普通のレンガとかに印鑑をして売ってるめっちゃありましたね。めちゃくちゃあったじゃないありまですか。したすごい。はい。まあそこはもうあからさまに多分分かると思うんですけど、でもそれってグラデーションの問題で、自分の売ってるものが仮にまあそのレンガほど粗悪じゃなかったとしても、そこまで理解して売れてるかって多分すごい難しいところもあるんじゃないかなと思うんですよ。なんかその辺扱ってる側としてすごいまあ大事にされてることとかなんか思うことみたいな。まあ僕個人的な考え方ではすごい砥石って、まあ、天然の砥石はもう一つ一つ違うんで同じ石からこう取るかこう取るかでもうこの子とこの子全然別の子なんですよ。見た目よく似てます。まあ一緒要はそのゴロッと出てきた石のの中でも、はい、本当にだから分かんないっていうのが多分正解なんやと思います。本当の意味では。はい、だって僕も分かんないです。はいそこがまあねいいところでもあり、まあある意味歴史的にはちょっと不都合が多かったところもあり、結局やっぱり人造砥石の数字が出てきたっていうのが、まあ、圧倒的にやっぱり天然砥石から人造砥石に変わった瞬間のキーになってるような気はやっぱしちゃうね。やっぱりうちの親父とかも売りながら売るのがすごい難しかったっていうのはすごい言ってたから、売ったけど良かったかどうかが自分がわからないっていう。
そんなん分かんないです。なんかそこのなんか、まあ、リスクというか要はもう企画が決まってるものって誰でも売りやすいというか、そうですよね。そのスペックをもう言われてそれを言うだけじゃないですか、はで天然砥石もまあそういう面で同じかもしれないです。要はその天然砥石を採掘されてる方から言われた通りのことをまあお客様にお伝えしてるっていう場合がほとんどだと思うんですよね、はい、その天然砥石に限らず多くの商品に限っては、確かにそもそもそこに疑問を持つその売り手さんって少ないと思うんで、鋼材にしても、まあ、鋼材屋さんから上がってきたらそのまま伝える。で例えば自分で研いでてなんかこの鋼材名と思ってるよりもなんか違うなと思ったとしても言われた通りに売るっていうのは基本だと思うんで、でもその中でもばらつきが多い方じゃないですか。それこそ個性が変わるっておっしゃってたと思うんですけど、なんかそこら辺の不安とかっていうのは最初すごくあったりはしました。その販売ってなった時にそのお金をいただくっていう、でもどうでしょう。でも悪いものを売っているっていうことがまずないっていう絶対的の自信のもと、いいものしか売らないっていうポリシーがのもとこういろんな種類を並べるわけじゃないですか。売ってて思ったのが一番面白いのはやっぱ対人販売が面白くって、販売する前に自分の好みは分かるわけです。砥石の好き、で何十本と研いでみるわけです、これ俺大好き、こいつ嫌いっていうのはやっぱその質は良くってもあるわけなんですよ、実は。多分みんなあると思うんです、けどもう嫌いなグループ好きなグループとか分けて置いてたりしてこういらっしゃいって試してどうぞとかやってると、みんなこっちが好きだったりするわけですよね。まあまず根本的にまずいいものを売るっていうのを決めてるっていうそこを確信から始めてるところが何なのかっていうと、研ぎがめちゃくちゃできるんだよね。ここがまず他の砥石屋さんと圧倒的に違うところだから、自分で研いでいい悪いこれは好きこれは嫌いでも質はいいんだよねっていう風に分別できるスキルを持ってて、で、大会とかでもやっぱそれなりに結果残してきてるから、そういう意味ではやっぱりエンドユーザーにめちゃくちゃ近い知識であり、砥石屋としての見極めももちろんだけども選別ができてるっていう、そこがまずベースとしてある。ただ自分で取ってきて加工してただ売ってますじゃなく、そこに研ぎが入ってるっていうのが多分他の人たちと決定的に違う。さっきの友の言う不安っていうところが不安でない要因は多分自分でトイレ検査をしてるからっていうのがめちゃくちゃ大きいんじゃないかなとは思うよね。さっき好みっていうお話をされたじゃないですか、好みってことは例えば仮にこれは好き嫌いで分かれたとして結果は同じになるんですか？結果はね、違うと思います、その人にとって研ぎやすい砥石がいい刃がつきやすい、削ろう会で言うとすごく分かりやすいのが、力入れてめっちゃ研ぐ人と優しくサラサラ研ぐ人いるのね。前回おっしゃってましたね。すごい全体重乗せてこうやる人と、大きく分けるとその2つに二分されるのよ。で体重をかけて研ぐ人はこっちが好きなんだなとかってそういうのがあって、そうすると体重かけて研ぐ人が僕は体重かけて研がないからこっち好きなんだよねっていう砥石を渡してしまうと結果が変わるんです。体重かけてその刃がついてるのに関わらず体重かけて調子が良くないものを買ってしまうとやっぱり結果が交わらない。だからいい砥石だから同じようにゴールにはたどり着けますかっていうと違うよねっていうのはそういうことだね。そうだからそれはでも砥石は別に天然に限った話だけじゃなく、人造砥石でも 100% そうかもしれない、腎臓もそういう傾向があるんですよね、だから難しいところでこれもね越後さんにすごく言われるんだけど、自分が寄せちゃえる人と寄せれない人といる。要するに砥石に対してだから自分の幅をたくさん持ってこいつはこういうタイプかって言ってこっちが変えて合わせていける人と、いやなんだよ俺の研ぎに合わないじゃないかって言って弾く人とやっぱりそうするとどっちがいい悪いではなくやっぱり後者の人の方がもうこれじゃないとダメなんだっていう砥石がすごく出やすい。このメーカーのこのシリーズとかっていう風になりやすいし、逆に前者の人の方がいろんなものを選べるっていう風にはなったりはするんだけども、ただじゃあね今の話交わりますかって言ったらもう絶対交わらないよね。だからそれはもうスタイルの話でいい悪いっていうよりはねやっぱり確固たる自分を持ってる人っていうのもすごい技量がある人だったりも
するかでら、もうブレないんだよね。そういう意味で、その極端な話、一般的に習う研ぎ方というかからかなり逸脱した特殊な研ぎ方をしててもものすごい結果を出されてる人ってもいたりする。いますいます。どうやってやったらそんな研げるのみたいな感じで研いでてもだって片手で回しながら研いでる人いるそれでもなんかすごい驚異的やっぱこう測るっていうか競技そうそうそう、としてやってるそのの超あるじゃないね、その表彰台に登ったかどうかまでは知らないけども、でもやっぱり出てこれるだけの技術はありますよね。うん、いろんな研ぎ方ありますね。あその築山流自体が、はこの人の研ぎ自体が多分特殊です。そうや面白いですもん見てて。そもそも型って必要なのって最初習う時だけであって、うんシュガリの話でね、はい最終的には自分の独自のものになっていくものであって、研ぎ講習であったりとか本に書いてあるやり方で研ぎますかっていうと、自分でそうやって体系立てていながらその研ぎ方やってなかったりするから、なんかあれですよね、提案ですよね。こう最初は型として教えやすいっていうのはありますよね。一個そのそうまさにだからみんなが僕がやっぱりその得意点というかその特徴としてあるのはやっぱり教えてる人数がめちゃくちゃ多いわけだよね。その中でここが悩みがあるんだとかこういうふうにしてあげるとできるようになる人多いんだとかっていうそれがものすごいデータとしては持ってて、だからこれやると結構こういう解き方してるけどこれやるとみんなゴールとして失敗してるんだよねっていうのもやっぱり分かってたりする。だからそういうのをできる限りやっぱりみんながゴールにたどり着きやすいやり方っていうのを基本的にはやっぱり提案をする。じゃないとね成功体験がなかったら次のステップもないし自分のオリジナリティなものも作れないから、だからそういう土台っていう意味ではやっぱりそのカチッとしたものがあるべきだとは思うんだけど、ただじゃあそれが究極の意味で作業効率がいいですかとか、美しく研ぎたいとか何か別の要素を含めていくとそれが絶対的なものではまずない。それはでもどの世界でも多分一緒なはずで、うちの弟子たちにもしょっちゅう言ってるのが、登る山の高さはこの8合目までは登ってくださいと、ただそれが直進的に超短距離で登るのかジグザグに登るのか別にルートは自由ですと、だって体格違うしね、いろんな骨格であり指の形でありいろんなものが違うのに全く同じものをやりましょうはやっぱ最終的には無理ですよね。だからやっぱりね必要なところだけは盗んでいただいた上で最終的に取捨選択しでさらに自分のやりやすいものを見つけていくっていうものが技術の習得だと思うから。カンナとかってあんま詳しくはないんですけど、変な話包丁って切る対象が柔らかいじゃないですか。なので変な話その金属としてのその角度で鋭利、その鋭利さがあればその刃先がちゃんと研げれてなくてもある程度切断できてしまうみたいな面ってあると思うんですよ。でも切って硬いじゃないですか。そういう意味でその求められるその切れ味というかその精度のレベルってやっぱ高いんですかね。それは簡単な方が難しいじゃないですか。あれですね、うなぎ先と切り出しナイフで考えると似たような形じゃないですか。切り出しの方が難しいですもんね。難しいですね。硬い方が基本的には難しいよね、相手が。そうやっぱりこっちが寄せなきゃいけないものが多い。切れていても切れてなくても相手がめちゃくちゃ柔らかかったら簡単に切断しちゃうけど、相手が硬くなればなるほどそこの難易度はもうすごく上がっちゃうから、そもそも比較する対象ではないと思うんですけど、自分が切りやすいと美味しく切れたかは同じイコールにはならないっていう話をしてるじゃないですか。じゃあ木においては、さーって削りやすいのと、要は薄く表面が滑らかに切れるのって一致するんですか？一致したりしなかったりです。それも一緒ですね。引きが軽くって薄く出るし引きも軽いけど、でも大工さんってその薄削りは別に薄削るんじゃなくて実はこっちが主役なんですよね。削られた方が美しいかが、競技としてってことですね。競技は薄さを薄く見えても測ると厚いものっていうのはそういうのもある。で軽く引けるものもあるんです。刃先が粗い刃、薄くて刃先が粗い刃はもう引きも軽くてそこそこ薄くも出るんですけど艶が出ない。やっぱそこは食材とも結
結構似てるというか、粗いとやっぱり腐りやすかったりとか、そうだね、まあ、その水そういうところはを吸いにくいとか腐りにくいっていうのがやっぱ断面の削れ方で木も持ちが変わってきたりはする。めちゃめちゃ変わると思います。スポイトでね、ポタって水垂らしたらずっともう蒸発するまでそこにいるので、中に入っていかなくて、誰だったかちょっと忘れたけど、腎臓と天然をもう見た目ほとんどわからないレベルで本当に綺麗に削ったやつを1年って言ったかな、ずっと置いた時に腎臓の方が毛羽立ってきたっていう話されてたのか。そうなんですね。それはもうそうやと思います。やっぱそんなに変わってくるんですね。まあ、やっぱり刃先のできる構造が違うよね。炭化物の、丸なのかノコギリなのかみたいな感覚の違いなんじゃないかな。鋭利な傷か、ぼやっとした傷か、それが映す鏡のように映るので木に削るということは、まあ、食材も一緒ですよね。ぼやーっともうすっげえ世界ですよ。ナノの世界だと思うんですけど、でもお話伺ってると、そのカンナとか大工道具の方の方がそれこそこの顕微鏡で見たりとか、そういうのをすごくされてるっていうお話を伺ったんです。めちゃめちゃ覗いてますよね、顕微鏡で。なんか原理としても食材ってこうノコギリに対してこう切るのとこっち方向で切るのって切る原理が違うじゃないですか、はい、そういう意味でやっぱ刃の付け方の概念も違ったりするんですか？付け方の概念というか、鋼材の評価の概念がそもそも違うかな。カンナと包丁でいいという鋼材というか、その僕らが言ってる味の面でいう評価と、そのよく木が削れるものとの評価は違ったりするよね。なんかこう片刃包丁とかだと裏押しのこう縦でやるのか、刃先側に向けてこう横にスライドするのかみたいなので、傷の入り方が変わるっていうのがあるじゃないですか。それもやっぱカンナでカンナもいろいろします。横とか、はい、こうやる人も逆にいるんですか？刃に対してこうつける人も。基本的にどっちが多いとかってなったりするんですか？横斜め、その裏押しするのに裏押しの方向というか、基本的には横が多いですけど、でもいろんな人います。天然砥石を最初採掘されて、でいろいろこうやっていく中で、その天然砥石の、力を発揮するためには、その土台をちゃんと作らなきゃっていう話で、この検証っていうシリーズを開発したっていうお話があったじゃないですか。それをやっていて、明確にどういう部分にこうフォーカスして人造砥石を作らなきゃって思ったんです。その既存の販売してるものじゃ達成できない何かがあったから自己自身で作ろうと思ったわけじゃないですか。そこってなんか明確なこういう土台が必要だっていうか、その天然砥石に移行するまでにここを目指したい、そこを目指すためのこんな理想の砥石があったらいいなっていう発想から始まったんですか？もともとは作ろうって言ってた前にいろんな電話もしょっちゅうしてて、もうなんか1週間に 2,3 回はなんか1時間2時間電話してるみたいなぐらいずっと電話してる中で、ふと気づいたのが、こっちは包丁だしこっちはカンナを研いでたはずなのに、使ってる砥石のラインナップがかなり似てたっていうのが最初だったの。そうなんです、けど満足できねえよなっていう話をで難しくないっていう話で、例えば1000番はこのやつがいいよ、でも2000番はこっちがいいよとか、仕上げはこっちが良くないみたいな、要するにその同じメーカーの中で全部揃ってなかった、全部バラバラなものを自分たちの知識で寄せ集めてきて自分のラインナップを作ってたのね。それがたまたま一緒だったっていうのは何か行き着くところがあるんじゃないのかなって。だから要するにみんながある程度やっていくと、みんなの評価ってなんかこの砥石やっぱ評価投票率高くないみたいな砥石をやっぱり使っていくんじゃないかな。でもそれって超絶難しい話だよね。だって一番最初からそんなの見つけれるわけなく、自分たちでいろいろやっていく中でたまたま気づいただけで、でもそれって消費者からするとちょっとなんか遠回りなり無駄なお金使わないと気づけないっていう、そこは奥深さでもあるのかもしれないんだけど、そういうところでやっぱりじゃあそれって自分たちで組み合わせ作ってあげたら喜ばれるのかなとか、もうワンラインナップの中で、要するに検証というシリーズの中で、それがもう完成されるっていうものを作ったらいいんじゃないかなっていうのが僕の中ではあって、
でまあやっぱりその削るおかいさんとかに出店とかいろいろしていく中で決定的にちょっと違いが出てくるところが硬さよ。やっぱり平面研ぎすればするほどやっぱり硬い砥石の方が刃が崩れない。でも包丁の場合は硬すぎるとやっぱり砥石が合わせてくれないから研ぎにくいみたいな、ここら辺がやっぱりまああったりはして、だからまあうちのシリーズでも実は、まあ、削るおかいモデルみたいな形でちょっと硬いの特殊で作ったりとか、そういうのをまあちょこちょこしてたりはするんだけど、ただやっぱりまあそういうのを聞いていく中で後から頂きっていうシリーズを作った。それの3000番が、まあ、僕らの多分一番のキーの砥石。間違いないですね。本当に一番最初は K とザしかなかった。はい。そこ最初にいろいろ使われてるのが一致されてたってお話したじゃないですか、そこで明確にどのポイントがここもうちょっとこうだったらいいよなっていうのはでも覚えてないぐらい。覚えてないぐらいただここだよねって言って本気でまあやっぱり一番大事なとこどこですかってなったのがやっぱり頂きの3000番なんだよね。ここがあるから研ぎがうまくいくんじゃないかっていうふうになんか確信めいて作ったっていう。どうしても3000番が作りたいって言ってなかったのよその当時3000番が。だから片目の3000番があったら何かが変わるような感覚がまああって、砥石という構成要素、荒戸から仕上げまでの構成の要素の中で今の土台作りの中核を担う部分はどこですかって言った時に3000番なんじゃないかみたいな感じになって、それでまあその当時の砥石メーカーさんに作れないっていう話をされたんだけど、なんとか無理してでも頑張ってやってくれないかっていうところで始まったのが実は頂き3000番。それって結論それ3000番ができて何だったんですか、これなんじゃないかっていうお話だった。そうやっぱり土台作りとして比較的その仕上げ砥石の手前、仕上げに入る手前に形を作り込める砥石っていうのが、やっぱり後の仕上がりを大きく左右するっていうのがやっぱりまあ作ってから確信めいたものに変わったよね。だから3000番っていうのはものすごくやっぱり多くの人に評価されたと思うし、で僕らが全部っていうつもりはないけど、やっぱりかなり全体的に切れるっていう風になんかできるようになったっていうような声は聞こえるようになった気はするんだけど。そうですね。もう大工道具の方では結構革新的な砥石やったかもしれない。ああ、そうなの。形作りと仕上げっていうののちょうど境目なんですよね。終わりであり始まりのところなんですよ。もう一番大事なところで、ここからスタートすれば間違いなくいい刃がつけて、でここでちゃんといい形ができて傷が抜けていれば3000番での結果が出たんですよね当時。で今まではそこが抜けちゃってたっていうような印象なんですかね、ちょっとちょうど間をうまくつなぐものが、まあないことはなかったんですけど、硬いものがなかったんですよね。柔らかくって刃先がちょっとだれやすくって、最終仕上げにかけた時にだれてしまった刃先が当たってねえよみたいな現象が起きる人が多分大半やったと思います。仕上げギリギリまでビシッとした状態で移行したいけれども、そこの柔らかいの1個噛んじゃうことでその次が当たらなくなっちゃうっていう、でもそこ誰も気づけないわけですよ。まあ究極まで突き詰めてないとわからなそうです。そう目に見えない世界だったりする可能性があるので、今礎っていうのが出たじゃないですか、その頂と比べた時にカンナの専門家としてどう変わったというか、感想というか。だいぶ全く別物だと僕は思ってます、特に3000同士で比べちゃうと、もう能力が全然違う砥石なので、同じように頂き3000と同じように礎3000を使っちゃうと良い結果は出ないと思います。分かりやすいように初心者というか、説明するとしたら礎の方が研磨力が高いので、その研磨力の高さっていうのもすごい表現が難しいんですけど、研磨材の大きさが3000番だから3000番の傷とかっていうことってなくって、そんなわけないんですよね。じゃあ3000番の WA の粉で指につけて刃先パーッとこすってもその3000と同じ傷つかないじゃないですか。いろんな要素が組み合わ
合わさったうちの3000番なんてただほんの一部のことなんです。そこにたまたまその大きさの研磨剤が入ってるだけなので、もう違うんですよ。もうどう説明したらいいんでしょう。礎と頂で研いだら、その次にそれに出来上がってくるものの状態って明確にどちらかというと頂の方が少し刃がまっすぐ、礎の方が少し刃がノコギリになりますね。やっぱり空撃って言って隙間が大きいんで、その分研磨力を上げてるっていうところが、まあいいところでもあり悪いところでも当然あって、まあ、圧倒的な研磨力でありスピードっていうのを作ってる反面、刃先のダメージがやっぱり少し大きくなるっていうのはもう必然で、そうね。僕個人的には頂3000と同じような使い方をするんであれば礎の5000番を使ってほしいです。そこがどうとぐらいかな。そういうイメージなんですね。僕はそうしてます今。5000番がすごく使いやすくて、今なんて研ぎ直し5000番スタート。そうなんですね。それ以上怒られあかんか言った全然いいですよ。正直もう5000番スタート。僕も仕事で一番使うの何番ですかって言ったら圧倒的に5000番です。もう5000番取り上げられたら今ちょっと涙目なぐらい5000番使う。今その上でさっき言ってたその空撃を狭くするっていうのでプレスをかけたのを作りたいっていうのはそういうことです。はい。まあそれがまた逆に究極。だから研磨力が落ちます。そうすると逆に5000がさらに1個上に、要は今感覚として頂3000と礎5000が同じような感覚っておっしゃってたじゃないですか。じゃあそのグッとこうプレスした密の高い状態で礎を作れたとしたら、まあ、礎3000が頂3000ぐらいにできたら5000がまたさらに変わってくる可能性ちょっと上に上がるとか。どれだけ仕上げに入る前に作り込むかだから、その仕上げに近い究極にその硬さもあって刃先も揃うみたいな砥石が作れるかっていうのが単純に後が楽になるっていう。それで8000もやりたい。そうそれが上がっていけばいくほど究極なわけです、ね。いずれできたら。そういずれできるとすっごく多分ちょっと切れやんだっていう時にめちゃくちゃいい砥石になっちゃうんですよね。今までここまで戻ってたのが、そうです。戻らざるを得なかったところなんですよね。頂3000だけでやってたらちょっと切れて今どう言ったでしょう、8000で研ぎ直してもいけるのにもう3000戻らなくちゃいけなかったんです。それしかないから細かすぎるぐらいのこの選択肢ができると、僕はめちゃくちゃ嬉しいです。まあそれはもう切れるようにするっていう意味ではものすごいいいことですよね。ある程度そこを突き詰めていくと最終的に求めるその方向性としては刃物が違うじゃないですか。でも結局もうミクロの世界で刃先をどうしたいかっていうのは多分一緒なんですよね。本日は、新メンバーと言ってよろしいでしょうか。いつでも来ますよ。なおさんに、来ていただいて、自己紹介と、いろんなお話聞かせていただきました。では、ありがとうございました。ありがとうございました。